皆さんこんにちは。私はカリナと申します。金子ちゃんの友達です。今日は日本での一人暮らしの経験についてお話しします。3年前、私は日本の大学に留学することになり、それと同時に初めての一人暮らしを始めました。それまではずっと実家で家族と暮らしていたので、自分だけで生活するのはとても不安でした。家族に頼るのが当たり前だった私にとって、すべてを自分でやるというのは大きなチャレンジでした。でも、今振り返ってみると、それは本当に良い経験だったと思います。1番、引っ越しと生活のスタート。日本に来てすぐ、大学の近くにある小さなアパートに引っ越しました。新しい生活に期待もありましたが、やはり心配もたくさんありました。入学式に間に合うように急いで生活の支度をする必要がありました。引っ越し当日はとても大変でした。荷物が多くて自分一人では無理だったので、引っ越し業者にお願いしました。特に冷蔵庫やベッドなどの大きな家具を運ぶのは本当に重労働でした。しかもその日は雨が降っていて、荷物が少し濡れてしまったのは残念でした。2番、ゴミ出しと日常の失敗。部屋に入ってまずしたことは掃除でした。キッチン、トイレ、お風呂などをきれいにしてから使い始めました。日本のゴミの出し方はとても複雑です。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミなどに分けて曜日ごとに出さなければなりません。最初は何度も間違えてしまい、近所の人に注意されたこともあります。でも、ゴミのカレンダーを冷蔵庫に貼って、出す日をメモすることで少しずつ覚えました。3番、食事と家事。一人暮らしでは食事も自分で作らなければなりません。最初は炊飯器や電子レンジの使い方もよくわからず、何度かご飯をうまく炊けなかったこともありました。炊いたご飯をしまうのを忘れて硬くなってしまったこともあります。忙しい時や疲れた時は近くのスーパーでお弁当を買ったり、コンビニで簡単な食事をしたりしました。冷蔵庫には肉や野菜を入れて賞味期限をしっかり確認しながら使うようにしました。
何度か食材を腐らせてしまったこともありましたが、それもいい経験です。4番、近所付き合いと人間関係。大家さんはとても優しい人で、わからないことがあるといつも親切に教えてくれました。例えば、ゴミの出し方、郵便の受け取り方、町内会のことなどです。何か用事があるとき、都合が良ければ、一緒に行きましょうと誘ってくれたこともありました。隣の部屋に住んでいる人は、とても静かで、騒音などのトラブルは一度もありませんでした。私はもともと人見知りなのですが、廊下でその人に出会ったとき、笑顔で、こんにちはと挨拶してくれました。その時、私はとても安心しました。日本では近所の人に迷惑をかけないことが本当に大切だと実感しました。5番、お金の管理と成長。一人暮らしをしていると、生活のすべてを自分で管理しなければなりません。家事や洗濯、ゴミ出しなど、どれも自分でやる必要があります。最初は生活費の使い方がうまくありませんでした。そのため、つい無駄遣いをしてしまい、月末にお金が足りなくなったこともありました。でも、家計簿アプリを使ってお金の流れを記録するようにしました。すると、だんだんと節約のコツがわかるようになりました。このような経験を通して、私は責任感が強くなりました。自分のことは自分でやるという自立心も育ったと感じています。特に風邪をひいた時や体調が悪い時、誰もそばにいなくて不安になったこともありました。しかし、そういう時こそ自分で考えて行動する力がついたと思います。これからも一人暮らしを続ける予定です。もっと料理が上手になりたいですし、掃除や洗濯ももっと効率よくできるようになりたいです。一人暮らしは誰にも気を使わず自分の予定に合わせて生活できます。今ではとても快適に感じています。もしこれから日本で留学や仕事をする予定の人がいるなら、一人暮らしをしてみることをお勧めします。最初は不安で心配なことも多いかもしれませんが、その分自分の力で乗り越えた時の達成感は大きいです。
きっと自分自身の成長につながるはずです。皆さんこんにちは。私はカリナと申します。金子ちゃんの友達です。今日は日本での一人暮らしの経験についてお話しします。3年前、私は日本の大学に留学することになり、それと同時に初めての一人暮らしを始めました。それまではずっと実家で家族と暮らしていたので、自分だけで生活するのはとても不安でした。家族に頼るのが当たり前だった私にとって、すべてを自分でやるというのは大きなチャレンジでした。でも、今振り返ってみると、それは本当に良い経験だったと思います。1番、引っ越しと生活のスタート。日本に来てすぐ、大学の近くにある小さなアパートに引っ越しました。新しい生活に期待もありましたが、やはり心配もたくさんありました。入学式に間に合うように急いで生活の支度をする必要がありました。引っ越し当日はとても大変でした。荷物が多くて自分一人では無理だったので、引っ越し業者にお願いしました。特に冷蔵庫やベッドなどの大きな家具を運ぶのは本当に重労働でした。しかもその日は雨が降っていて、荷物が少し濡れてしまったのは残念でした。2番、ゴミ出しと日常の失敗。部屋に入ってまずしたことは掃除でした。キッチン、トイレ、お風呂などをきれいにしてから使い始めました。日本のゴミの出し方はとても複雑です。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミなどに分けて曜日ごとに出さなければなりません。最初は何度も間違えてしまい、近所の人に注意されたこともあります。でも、ゴミのカレンダーを冷蔵庫に貼って出す日をメモすることで少しずつ覚えました。3番、食事と家事。一人暮らしでは食事も自分で作らなければなりません。最初は炊飯器や電子レンジの使い方もよくわからず、何度かご飯をうまく炊けなかったこともありました。炊いたご飯をしまうのを忘れて硬くなってしまったこともあります。忙しい時や疲れた時は近くのスーパーでお弁当を買ったり、コンビニで簡単な食事をしたりしました。冷蔵庫には
肉や野菜を入れて賞味期限をしっかり確認しながら使うようにしました。何度か食材を腐らせてしまったこともありましたが、それもいい経験です。4番、近所付き合いと人間関係。大家さんはとても優しい人で、わからないことがあるといつも親切に教えてくれました。例えば、ゴミの出し方、郵便の受け取り方、町内会のことなどです。何か用事があるとき、都合が良ければ一緒に行きましょうと誘ってくれたこともありました。隣の部屋に住んでいる人はとても静かで、騒音などのトラブルは一度もありませんでした。私はもともと人見知りなのですが、廊下でその人に出会ったとき、笑顔でこんにちはと挨拶してくれました。その時、私はとても安心しました。日本では近所の人に迷惑をかけないことが本当に大切だと実感しました。5番、お金の管理と成長。一人暮らしをしていると、生活のすべてを自分で管理しなければなりません。家事や洗濯、ゴミ出しなど、どれも自分でやる必要があります。最初は生活費の使い方がうまくありませんでした。そのため、つい無駄遣いをしてしまい、月末にお金が足りなくなったこともありました。でも、家計簿アプリを使ってお金の流れを記録するようにしました。すると、だんだんと節約のコツがわかるようになりました。このような経験を通して、私は責任感が強くなりました。自分のことは自分でやるという自立心も育ったと感じています。特に風邪をひいた時や体調が悪い時、誰もそばにいなくて不安になったこともありました。しかし、そういう時こそ自分で考えて行動する力がついたと思います。これからも一人暮らしを続ける予定です。もっと料理が上手になりたいですし、掃除や洗濯ももっと効率よくできるようになりたいです。一人暮らしは誰にも気を使わず自分の予定に合わせて生活できます。今ではとても快適に感じています。もしこれから日本で留学や仕事をする予定の人がいるなら、一人暮らしをしてみることをお勧めします。
最初は不安で心配なことも多いかもしれませんが、その分、自分の力で乗り越えた時の達成感は大きいです。きっと自分自身の成長につながるはずです。